さあ今日はテレビをご覧の皆さんにお伺いしたいんですよね。どっち派ですかってことなんですよ。例えばジンギスカンで言いますと味付き派ですか、それともタレを後からつけて食べるタイプですか。納豆のタレ、いつ入れますか、ね、今回はもうアプリを使って徹底調査。道民の皆さんの結果はこうなりました。いやー、外でジンギスカンをするにもいい季節になりましたね。そこで皆さんはジンギスカンを食べるとき、タレを事前に漬け込んだお肉で食べますか、それとも後からタレをつけて食べますか。一体どっち？スタジオのお二人はどちらですか？いや、そんなプライバシーにかかることは言いたくないですよ。教えてくださいよ。タレ後からつけて、家の場合は味付きです。なんかちょっとお肉分かれましたね。では街の皆さんはどうか、早速聞き込みを開始しました。どうなんでしょうか。私は味付けタレ派です。肉が柔らかくて、食べれるのがすごくいいなと思います。私は後からタレつける派です。甘いタレが好きなので、自分の好きな甘いタレをつけて食べるというのが好きです。番組ではどちらの好みが多いかアプリを使いアンケートを実施。9000以上の道民の皆さんから回答をいただきました。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。さあ、味付け派からは野菜うどんにタレを染み込ませて食べるのが好き、タレ後付け派は肉本来の味が楽しめるとのご意見が。中には味付き派の方からとても興味深いご意見が寄せられました。ワッサムジンギスカンが好き、ピリ辛です。急に絞り込んできたの。滝川の松尾ジンギスカンなど有名ですが、ワッサムジンギスカンご存知でしたか？いやー、すいません、ちょっと辛いんですね、ピリ辛って。そうなんです。皆さん、ワッサムジンギスカンはご存知ですか？ご存知もなんかね、もう1週間に1回は食べてる。1週間に1回、かなりのハイペースで定期的に。あれは特別美味しいんじゃないかしら。甘いのと中辛と辛いのと趣味にしてるんじゃないかしら。息子行ってるんだけど、そこのお嫁さんの実家で絶対ワッサムそのジンギスカンを送ってほしいって3回か4回送る。そこで取り扱っているお店へ直行。これは味付きなのかな、やっぱり辛いの。ありましたよ。ワッサムジンギスカンって書いてあります。ここじゃないですかね。こちらがワッサムジンギスカンを販売しているという40年続く金子精肉店。ワッサムジンギスカンを探してここにやってきたんですが、こちらにありますでしょうか？ございます。いよいよそのワッサムジンギスカンとご対面です。あれ、漬け込みなのに、今何も入ってないんですか？そうですね。どういうことですか？タレの味を選んでいただいてから漬け込む形になります。後から入れるんですね。はい、そうです。ワッサムジンギスカンは購入の仕方がちょっと変わっていて、まずはラムやマトンなどお肉の種類を選びます。それも嬉しい。そしてタレは3種類あり、甘口、中辛、辛口から選びます。タレは玉ねぎ、りんご、にんにくなど、そして一番の特徴である唐辛子が入った門外不出の味。選んだタレをお肉が入っている袋に注いでお客さんに渡すのがワッサムスタイルなんです。面白いですね。これでどのくらい漬け込むんですか？お客様にもよって好みが違いますので、1、2時間で食べられる方もいらっしゃいますし、1日前の日から漬け込む方もいらっしゃいますので、お好みですね。そこもお客さん次第。初のワッサムジンギスカン。今回はラム肩ロースの辛口をいただきます。わかりますか？この厚み、とにかく分厚いんですよ。では、いただきます。これ何時間ぐらい漬け込んだんですか？これは5時間くらいですね。おいしい。最初はちょっと甘口なんですけど、後からこのピリ辛さがゴーッと追い上げてきます。ちょっと辛めだからこそお肉の旨味とかを引き締めてくれる。この日は朝かと午後に食べたんですけど、しっかり味も染み込んでいて、お肉も柔らかくて、私はちなみにタレ後付け派だったんですが、乗り換えたくなる美味しさでした。
でこのワッサムジンギスカン美味しかったです。通販も行っていますのでぜひ皆さんも味わってみてください。はい続いてタレ後付け派からは八雲町民はタレは丸八というご意見が、これも聞いたことないですよね。なんかもう我々知らないことばっかりだね。もうどんなタレなんですか？そこで八雲町へ。丸八のジンギスカンのタレって知ってますか？あ、知ってますね。はい。ジンギスカンったらやっぱり丸八さんのタレっていう感じだよね。いや、スーパーにありますよ。売ってますね。そうなんですね。函館なんかのにも売ってます。一応なくてはならないものなのかね。早速地元のスーパーに行ってみると、ありました。これかな？丸八ジンギスカンタレってあります。八雲町でタレといったら丸八。60年以上愛され続けるご当地ジンギスカンのタレです。わかりやすいパッケージでしたね。こちらを作っているのが1927年創業の服部醸造。一体どんなタレなのか尋ねてみると、これはですね、尾張徳川家に献上している味噌の入った美味しいジンギスカンのタレです。なんですって？服部醸造は明治時代、今の愛知県からここ八雲に尾張徳川家とともに入植し、製造した味噌を献上していました。十勝産の大豆などほとんどの材料を道内産にこだわったお殿様献上の味噌、これがタレの味を左右します。八雲町民に愛され続ける丸八のタレ、一体どんなお味？うわ食べてみたい。美味しそう。タレが優しめの味、ちょっとこの甘口ベースなんですけど、そんなに味が濃くない。味噌がおそらく入っていることによってちょっとマイルドな味わいになってます。札幌でも購入できるお店があるのでぜひ問い合わせてみてください。これやっぱりタレ後付け派になるかな。これ気になりますよ。さあそれでは発表しますよ。どっちだ？道民は味付き、それともタレ後付け、どちらのジンギスカンが好みなのか。ジンギスカンを食べるときは味付き派、それともタレ後付け派、さあどっちだ。結果はじゃん。味付きがおよそ 57%、タレ後付けがおよそ 43% でした。僅差ではあるかもしれないですね。結果は道民の6割近い方々が味付きジンギスカンという結果。ただこれにはあることと関係があるようなんです。理由があるんですか？ジン鍋アートミュージアム。ジンギスカンに詳しい研究家がいるジン鍋アートミュージアムを直撃。こちらはさまざまなタイプのジンギスカン鍋が所狭しと展示してあります。館長の溝口さんは私たちにあるものを見せてくれました。じゃあこれ地図にちょっと書いてみました。ありがとうございます。この主に内陸部がやっぱり味付けジンギスカンを昔から食べている地域ですね。それからこの青の沿岸部あたりのところは焼いてからタレをつけて食べる。日本人が羊の肉を食べるようになったのは大正時代からと言われています。溝口さん曰く、もともとは羊の肉を焼いて後からタレをつける食べ方だったんですが、戦後滝川では肉の臭みを取ったり柔らかくするためタレに漬け込み、これが内陸部に広がったということです。確かにこれは美味しいもんね。どっちの食べ方も美味しいですけどね。やっぱりその小さい頃から食べてる食べ方がやっぱりそのまま大人になっても続いてるっていうのもあるかもしれないですね。さあ今度いただくジンギスカンは味付き、それともタレ後付け、皆さんはどちらにしますか？ちょっとこう地域性があったんですね。さあ続いては毎朝食べているという方も多いかと思います。ご飯のお供に食べたい納豆のどっち派について大調査。皆さんは納豆についているこのタレ、入れるタイミングはかき混ぜる前ですか、それとも後でしょうか。皆さんはどっち？お二人はどちらですか？
まあそんな個人情報はあんまり言いたくない。言うんです。また出し惜しみするんですか。はい。まあ混ぜる前です。私もですね、混ぜる前です。普通そうじゃない蓋をの。開けたその流れでもう入れちゃいますね。あと指にどうしてもタレがついちゃうのはなんとかしたいんです。それは別の問題ですね。さあどちらの意見が多いか、こちらもおよそ9000の道民の皆さんから回答をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。納豆をかき混ぜる前にタレを入れる方は、タレを先に入れた方が混ぜやすい。タレを後で入れる方は、最初に混ぜるとふわふわになりまろやかにもなるなどありました。より粘りが出るんですかね。それでは皆さんお越しください。よろしくお願いします。STB にやってきたのは3人の主婦と5人の学生たち。机の上には納豆が。皆さんには実はある食べ物の調査をするとしか言っていないんですけれど、その食べ物というのが納豆についてです。8人に企画の意図を伝えず納豆を食べてもらい、タレを入れるのはかき混ぜる前なのかそれとも後なのかを調査。はい。それでは早速召し上がっていただきましょう。皆さん観察されてたんですね。何も知らされていない8人はいつも通りの手順で進めていきます。まずタレを入れますね。真ん中3人が今タレを入れていて、その後納豆をかき混ぜます。まず真ん中の女性が混ぜました。何もかけていない状態で、そのお隣の女性も何もかけていない状態で、さらに3人とも何もかけずにまず混ぜています。この実況で何を見られてるかわかりますね。どういうことかと。バレていたかもしれないですね。皆さん後にさらにタレをかけて追い混ぜですね。では皆さんにそれぞれの理由を聞いてみると、ママにそうやって教えてもらいました。タレがよく混ざってて美味しいです。混ぜてからタレを入れた方が納豆がふわっとして美味しいなって実感したのでそうしてます。学生さんと主婦の結果はこうなりました。せーの、じゃじゃん。前が3、後が5という結果でした。そうなんです。タレを入れるタイミングは混ぜた後が8人中5人という結果になりました。なんで毎回走ってるんですか。食事するためにお腹を空かせて。さあ1日におよそ5万の納豆の商品を出荷する北海道はまなす食品。20種類以上の商品を製造、中国など海外にも輸出しています。そこで工場の従業員4人にも企画の意図を伝えず納豆を食べてもらいました。さあタレをかけるタイミングは一体どっち？せーの、じゃん。混ぜる前が1人、混ぜた後が3人という結果になりました。なんかプロは後なんだ。はい、かき混ぜた後にタレを入れた工場長は、そうですね、美味しく食べる方法で教えてもらったのがこの方法だったんで、はい。美味しく食べる方法、どなたに？今、茨城に住んでいる自分の兄貴ですね。そうなんですか。お兄様から。ロケでの結果は納豆をかき混ぜた後にタレを入れる方が多かったんですが、果たしてどさんこアプリのアンケートに答えてくれた9000人による結果は、納豆のタレを入れるタイミングは前か後か、一体どっちなのか。結果はじゃじゃん。混ぜる前がおよそ 63%、混ぜた後がおよそ 37% でした。ロケでの調査とは逆の結果に、ただの好みか習慣か、そもそもタレを入れるタイミングに正解はあるんでしょうか。こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。そこで食のエキスパート、管理栄養士の上坂先生を直撃しました。先生、ズバリタレは納豆をかき混ぜる前がいいのか、後がいいのか、どちらなんでしょうか。おすすめは後ですね。後なんですね。はい。
納豆のうまみ成分でグルタミン酸っていうのが含まれているんですけれども、それがまだこの混ざってない状態だとちょっとところどころにうまみ成分のそのグルタミン酸が存在してるんですね。まばらなんですね。でそれを、先にかき混ぜることによって全体に行き渡ることができるんですね。で一粒一粒にそのうまみが感じられるので美味しい納豆が食べられるというところにまずうまみのところではあります。そのうまみを全体に行き渡らせるのが納豆特有のネバネバなんです。しかし先にタレを入れてしまうとネバネバが薄まり全体にうまみが行き渡らなくなるということなんです。またネバネバがより際立つとふわっとした食感が楽しめます。見た目も違いますね。はい、皆さん一度その違いを試してみてはいかがでしょうか。いや確かに納豆に関して皆さんあんまりこう考えずに、習慣でやったと思うんで、そうか後の方がなんか通っぽいんですね。そうですね。なんかタレを後にかけてみてどう変わってくるのかっていうのを試してみたくなりましたね。早速今夜でも明日の朝食でもいいんでね。